皆さんこんにちは。ヤブデッサン講座の藪下です。このデッサン講座開講にあたって、この講座で扱うデッサンについて少しお話をしておきます。この講座では目の前にあるものをできるだけ見えている通りに鉛筆でデッサンすることを目的としています。デッサンをするときには描画対象や空間の表現に意図的な強弱はつけますが、作品制作の時にするような表現を目的とした誇張はあえて控えて、真摯に描画対象と向き合うことをデッサンの基本姿勢としたいと思います。そのためにどういうふうに描画対象、モチーフと言いますが、を見たらよいのか、形の取り方や明暗の描き方、材質感や固有色の表現方法、描画対象が置かれている空間の捉え方などのデッサンの基礎を学びたいと考えています。百聞は一見にしかずと言いますから、どういうデッサンを描いていくのか、画像を見ながら皆さんは話を聞いていてください。デッサンはまず描画対象、モチーフを観察することから始まります。モチーフというのはデッサンしようとする対象のことを言います。以後はモチーフという言葉を使いますね。まずこれからデッサンをしようとするモチーフをしっかり観察します。単に目で見ているだけではなく、手に取っていろいろな角度からその形であったり構造であったりを観察します。また材質感を伴う手触りや重さなどもしっかり感じ取ります。次に形を描いていきます。補助線を使ったりプロポーションを測ったりしながら、できるだけ正確に形を描写します。形が描けたらいよいよ中の明暗を表現していきますが、その前にモチーフの一番暗いところはどこか、また一番明るいところはどこかをしっかり観察しておきます。デッサンでは一番暗いところから描き始めていきます。そして常に全体が同じ完成度になるように描き進めていきます。全体の明暗と形を意識しながら描き進め、材質感と固有色を表現します。材質感は明暗の適切な配置によって表現できますし、固有色とはモチーフの持っているその特有の色のことですが、私たちが使う鉛筆だけでもその固有色を感じることができるように表現します。またモチーフの立体感やその影、モチーフが置かれているテーブル面とその周りの空間を常に意識して同時に表現をしていきます。デッサンとは単にモチーフそのものだけを描くのではなく、それが置かれている空間も含めて一つのモチーフと考えます。このように手順を踏んでモチーフを観察し、デッサンを描き進めていけば、誰でもデッサン力は身につくと思います。実際のデッサンの動画の中でその都度詳しく説明しながら解説を進めていきたいと思います。ここで皆さんに覚えておいてほしい重要な事柄があります。最初のうちはデッサンを描くことに一生懸命になってモチーフを見ることがおろそかになりがちです。ですがデッサンではモチーフをよく見ることが大前提になります。それではよく見るとはどういうことでしょうか。デッサンにおいてよく見るということは、よく感じる、よく理解する、よく考えることであり、それらを通して今まで気がつかなかった自分自身にとっての新しい何かを発見することではないかと私は考えています。何かを発見するなどというと大げさですが、何でも構わないんです。あなたにとっての未知との遭遇であれば。それでは私たちは日常の生活の中でどういうふうにものを見ているのでしょうか。私たちの身の回りには多くのものがあります。自然のものや人間が作ったもの、とにかく私たちの身の回りはもので満たされています。そしてそれらには目には見えませんが、それぞれに名札がついていて、私たちはその名札に書かれた名前を見て、それが何かを了解しています。あなたの周りを見回してみてください。例えばコップがあるとします。コップには目には見えませんが、コップと書かれた名札がぶら下がっています。
私たちはその名札を見て、これはコップやというふうに了解するわけです。空を見上げてみてください。大きな空にはどこにも名札はぶら下がっていませんが、目には見えない空という名札がぶら下がっていて、私たちはその名札を見て、これは空であるというふうに了解しているわけです。それは名前という言葉、概念、イメージと言ってもよいです。を頭で了解しているに過ぎません。私たちが日常的に物を見るということはこういうことなんですね。そうでなければ日常生活は一歩も前に進まず大変なことになってしまいます。ここで例えばリンゴを想像してみてください。今あなたが頭で想像したリンゴはどんな形や色をしていましたか？形は丸かったですか？色は赤かったですか？どんな形であれ色であれ、今あなたが想像したものがあなたの持っているリンゴという名前に対するイメージ、概念です。機会があれば実物のリンゴを観察してみてください。実物のリンゴはあなたが想像したよりも微妙な形の変化がありませんか？はるかに豊かな色彩を持っていませんか？頭で想像したリンゴのイメージと実物のリンゴの違いに気づいたことと思います。その気がついた違いがあなたにとっての発見ということになります。このように私たちの身の回りの日常見慣れているものでも、いざ頭で想像しようとすると、その形や色はとても曖昧なものになりがちです。デッサンでよく見るということは、生まれて初めてこんなものを見た。一体これは何なんやろうという未知のものに出会ったような新鮮な気持ちでものと向かい合い、頭の中にある概念、イメージを乗り越えていくことです。そして自分にとっての新しい何かを発見することではないかと思います。言葉で言ってしまえばすごく難しいように思うかもしれませんが、単にモチーフを一生懸命見るということを常に忘れないでくださいということです。ところが、一度発見されたものはすぐにあなたのイメージの一部として取り込まれ、新たに概念化される運命にあります。そうであれば、私たちは常に概念、イメージを新たに更新し続けるという姿勢といいますか、覚悟といいますか、それらをもってモチーフに向かわなければなりません。デッサンをする目的は、もちろんデッサン力を高めることですが、それは単に技術的に上手なデッサンを描けるようになるというだけではなく、それに加えて自分にとっての新しい何かを発見し続けようとする見る力、意識、姿勢を鍛えることであるということを忘れないでください。そして発見し続けようとする姿勢があなたの美的な個性にもなっていくのではないでしょうか。私も初めてデッサンをしたときは、どう描いたらよいのかもわからず、目の前にモチーフがあるのにうまく描けなくて、なんでやろうと思ったのを思い出します。あなたも初めのうちはなかなか上達しなくても焦る必要はありませんし、悲観することもありません。デッサンの枚数を重ねた分だけ新しい発見はあるはずですし、気がつかなくても物の見方は深まっているはずです。そしてある時、階段をポンと一段上がるように視界が開け、いろいろな理解がつながっていきます。ちょっと小難しいことを言ってしまいましたが、モチーフを前に集中して鉛筆を走らせるのは心を落ち着かせるとても楽しい時間です。ちょっとデッサン描いてみようかなと思う方は気軽に始めてください。この講座ではできるだけ手順を踏んで分かりやすく説明をしたいと思っています。手順を踏んで書き進めていけば誰でもデッサン力というものは身につけることができます。さあ、どんな発見があるのか、ワクワクしながらでも根気強く、いざ出発です。はい、皆さんいかがでしたか？40枚ほどデッサンを見てもらいましたから、この講座で扱うデッサンがどういうものなのか分かってもらえたと思います。今日の要点をまとめますと、要点は2つです。1つ目は、手順を踏んでデッサンをすれば、誰でもデッサン力は身につくということ。2つ目は、デッサンとは、描写力と同時に見る力を鍛えることであるということです。
この講座では手に入れやすい身の回りのものをモチーフに使いますから、少しでも興味の湧いた方は気軽にデッサンを始めてください。また、実際にデッサンを始める前の準備編として、1のデッサンについての他に、2、デッサンに使う道具について、3、鉛筆と消しゴムの使い方について、4、一点通しと二点通しの考え方について、5、測り棒による比例と傾斜の測り方について、以上の動画を概要欄に上げておきますから、そちらの動画も見ておいてください。それでは今日はこれでおしまいにします。また次回の動画でお会いしましょう。皆さんごきげんよう。